こんにちは、ミッキーです。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。そんな新年一発目の特集は、銀座有楽町カフェ&グルメ6000。東京駅からすぐそば、日常使いから特別な時間まで、多様な目的で訪れやすいエリア、銀座有楽町。そんなこの街はビルの建て替えなど、ちょうど過渡期を迎えており、カフェを含め様々な店舗が2024年に大量閉店。その後2025年には少しずつその様相を変えつつあります。2026年に入り、ますます進化するであろうこの街で、先上げとなった注目店舗を複数ピックアップ。ぜひ参考にしていただいて、新年の買い物がてら堪能してみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。続いてご紹介しますのはカフェ&バーストロープス。銀座1丁目に大手ゲームメーカーのコナミが運営するカフェが2024年2月にオープンしています。店名を反対から読むと e スポーツになります。そんな店名の通り e スポーツが楽しめるカフェ&バーです。どこの席に座っても見えやすいようにモニターが複数完備されていて、パブリックビューイングにも最適です。もちろん貸し切りも可能。東京駅銀座有楽町付近にてイベントをする際にも活用できます。店内は広々とした空間。一人はもちろん大人数でも利用しやすい座席数です。そんなお店ですが、混雑の多い東京駅エリアのランチタイムにも意外と穴場的に利用できます。また店内には UFO キャッチャーがあったりと、まさにコナミさんだからこその遊び心があふれる空間も広がっています。メニューも非常に豊富で、カフェ&バーというだけありまして、夜の営業も魅力的。平日は9時まで営業していますので、仕事終わりにサクッと飲みに行くのもいいかもしれません。なお、定休日や月曜日、祝日の場合には翌営業日がお休みになりますので、その点はご注意ください。そして完全キャッシュレスな店舗になっていますので、現金の利用はできません。そういった点も踏まえつつ、近代的なお店かなと感じました。さて、今回は土日祝日11時から15時半までのペアランチコースを目当てにご訪問。特別な休日にぴったりの前菜からデザートまで優雅に楽しめるような贅沢コースをご紹介していきます。まずは前菜5種の盛り合わせ。前菜5種に関しましては、トマトとレモンクリームチーズのブルスケッタ、オレンジキャロットラペ、生ハムのシーザーサラダ、ヤリイカのセビーチェ、エビとズッキーニのエスニックマリネの5種類が盛り合わされています。軽くご紹介しますと、トマトとレモンクリームチーズのブルスケッタはレモンの酸味が爽やかに香るトマトの甘みを引き立てる一皿。オレンジキャロットラペはほんのりと柑橘が香るキャロットラペ。シーザーサラダは塩気のある生ハムと濃厚なシーザードレッシングのバランスが絶妙でした。そして手前はメインとなります赤身肉の低温ロースト和風ソース。丁寧に火入れされた赤身肉はしっとりと柔らかくジューシー。同じくメインのプレートにはチーズたっぷりのクリームリゾットも添えられています。またデザートとしましては、かぼちゃとクリームチーズのクリームブリュレもご提供。滑らかで濃厚なブリュレを堪能できます。もちろんコーヒーのドリンクをセットで添えつつ、土日祝日限定でありますけれども、お手軽に本格メニューを堪能できますので、ぜひ参考にしてほしいです。続いてご紹介しますのはカフェわびさび東銀座築地店です。築地駅から徒歩圏内、バンホテルの11階にひっそりと佇むカフェわびさびは、お茶の本質に静かに寄り添う新しい日本茶カフェ。2025年4月に誕生しています。ここでは茶道のような格式ばった空気ではなく、もっと優しく心を整える時間を過ごせます。お茶は日本人にとって最も身近な存在。しかし、その奥にある文化としてのお茶を感じる機会は今少なくなりました。こちら、わびさびカフェではそんな敷居を取り払い、初めての方でも昔から親しんできた方でも
五感でお茶の魅力を感じられる空間を目指しています。木のぬくもりを感じる内装と茶葉の香りに包まれた落ち着いた店内。座席は18席と小規模ながら、静けさと穏やかな会話が自然に生まれる距離感も心地よいです。ここではお茶という共通の言語を通して人と人とが緩やかにつながれます。こちらの店はバンホテルの上にあるということもありまして、海外の方にも大好評。日本語のメニューもありつつ、英語のメニューもありましたので、インバウンド向けにもおすすめです。特に後ほどご紹介します団子焼き体験に関しましては、日本人でさえ体験したことがない方が多いと思いますので、ぜひ体験してほしいようなメニューになっています。また、今回はスイーツ中心にいただいていますけれども、お食事系のメニューもありますので、ランチに訪れるのもおすすめです。さて、入店後、まずはテイスティング用のカップでお茶を試飲させていただいています。このさりげない一杯からも、この後登場してくるメニューの数々のワクワク感が高まっていきます。さて、まずいただいたのは、団子焼き体験、抹茶みたらしを添えてというメニュー。こちらは自分でお団子を炙りながら、香ばしさと食感の変化を楽しめる体験メニュー。手焼きのぬくもりと自家製の抹茶みたらしの上品な甘みが絶妙。五感で味わうお茶時間を象徴する人気の一品です。こちらの容器の中に抹茶みたらしが入っていまして、また普通のみたらしとはちょっと違う味わいを堪能することができます。抹茶みたらしになっていますので、意外と甘さも控えめですっきりといただけるようなメニュー。団子にたっぷりとかけていただいても甘さは控えめでとても美味しかったです。焼き加減はお好みで調整できますので、焼き目をいっぱいつけたい方はこんがりと、控えめにいただきたい方は軽く炙っていただいて味わってみてほしいです。さて、焼き上げた後は黒蜜で味をつけつつ、さらにきな粉をトッピング。結構乗っけるのが難しかったんですけれども、ここも丁寧に盛り付けていただくとインスタ映えもするかもしれません。ワンセットで3本提供されますので、存分にその味わいを堪能してほしいです。ついていただきましたのはペアリングセット。選び抜かれた日本茶とスイーツの組み合わせで、味覚、香り、余韻の調和を楽しめるような贅沢な一皿。お茶の個性を引き立てるよう設計されていまして、飲むほどにお茶の奥深さを体感できます。全部で5種類のペアリングを楽しめるんですけども、このお茶とこのスイーツ、または漬物が合うんだという新しい発見もありましたので、今回の発見を機に自分でもペアリングを考えるきっかけになるような、そんなメニューになっていました。そしてもう一つは抹茶プリンアフォガード。濃厚な抹茶プリンにとろりとしたエスプレッソを注ぐ和洋折衷スイーツ。まろやかな苦味と深い香りが重なり合い、抹茶の旨味を引き立てます。お皿を揺らしていただくと、これだけプルプルなのも伝わるかなと思います。最後にこちらのエスプレッソを注いでいただいて、その味変も堪能してみてほしいです。特に甘さは控えめになっていますので、大人の抹茶時間にもぴったり。別途ドリンクメニューを注文していただいて、そのペアリングの楽しみもいいかもしれません。お茶を中心に様々な魅力に溢れているこちらの店舗、ぜひ体験してみてください。続いてご紹介しますのはシングルオー有楽町。有楽町駅を出てすぐそば、1日12万人が行き交う高架下に位置しますシングルオー有楽町は、都内でも指折りのアクセスの良さを誇るコーヒースタンドです。立地としてはスピードが求められる環境ですけれども、その中にあってもクラフトとクオリティを届けることを目指して作られた店舗で、シングルオーの精神が詰め込まれた特別な一杯に出会える場所として愛されています。直営店としては都内でも希少な存在。世界基準の鮮度と品質を追求した一杯を日常的に楽しめるスポットとして人気を集めています。シングルオーの歴史は2003年にシドニーのサリーヒルズ地区で夫婦が開いた小さなカフェ&ロースタリーから。実はそちらの店舗、過去にオーストラリアのシドニー特集でご紹介していますので、興味があれば見てほしいです。今回こちらの店舗ではアボショーというメニューを注文してるんですけども、実はそのシングルオーのシドニー店ではまた違った雰囲気で提供されましたので、その違いを堪能するのも楽しかったです。そして今回もちろん改めてその The アボショー、ちょっと違うけどもご紹介している理由は、このシングルオー有楽町で提供されるアボショーもとても美味しかったからこそ、ぜひその味も期待してみてほしいです。ちなみにこちらシングルオーに関しましては、過去にお茶の水の店舗だったりとか、日本橋浜町の店舗もご紹介していますので、よかったらそちらも参考にしてみてほしいです。誕生当時、まだ一般的ではなかったシングルオリジンコーヒーに光を当て、その魅力を丁寧に伝えてきたことから、シドニーにおけるサードウェーブコーヒーのパイオニアと呼ばれる存在へと成長。生産者とのダイレクトトレード、世界初のミルクオンタップシステム、ザ・ジャガーの導入など、
サステナブルな姿勢を貫くブランドとして世界でも注目されています。日本では2014年に両国へ焙煎所を設立。その後、先ほど触れました日本橋浜町に2021年フラッグシップ店舗をオープンしています。厳選した豆を国内で焙煎し、常に新鮮な状態で提供するこだわりはそのままに、オーストラリアのコーヒーカルチャーを日本でも身近に楽しめるような場所となりました。さて、そんな注目の店舗でこの日いただきましたのは、人気フードメニューの The アボショーと定番人気のラテ。The アボショーはこんがりと焼いたトーストの上にたっぷりとアボカドを乗せた一品。滑らかな口当たりと素材の優しい味わいが魅力的です。オリーブオイルやスパイスがアクセントになっていまして、シンプルながら満足感が高いメニューです。本場オーストラリアの魅力と少し違ったのは、パンとしてホカッチャが添えられている点。そのホカッチャ自体もふんわりとしていて、外はサクッとした食感がとても美味しかったです。そしてドリンクはラテ。ラテはシングルオーが世界中から直接買い付け、日本で焙煎したシングルオリジン豆を使用。ミルクとの調和が良く、口当たりは柔らかく、後味は驚くほどクリーン。雑味がなく、飲むほどに豆の甘みが広がるような一杯です。ぜひ有楽町、そして銀座の街歩き、さらには丸の内の街歩きにも活用してほしいような、そんなお店になっていました。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてご紹介しますのはカフェ&ブックスビブリオテーク東京有楽町。有楽町駅からすぐルミネ有楽町の中にありますフランス語で図書館を意味する名前の店舗。名前の通り図書館のように気づきがあるカフェです。実は過去に吉祥寺の店舗をご紹介しているんですけども、その時にはパンケーキは注文していなかったので、今回こちらで看板メニューでありますパンケーキを注文するために訪問。また吉祥寺の店舗とは違った雰囲気が魅力的でした。特に自然光が差し込むこちらの空間が有楽町という大人の街にぴったりな、そんな雰囲気になっていました。本の背表紙を眺めているうちに気になる一冊へと自然と手が伸びていくように、ここでは食や雑貨との新しい出会いが生まれる、そんなコンセプトで営業されています。併設されましたショップスペースには書籍のほか陶器のカップやお皿、フラワーベース、キャンドルなど作家さんによる温かみのある作品が並び、訪れるたびに小さな気づきや発見がある、誰にでも開かれた空間としての魅力が感じられます。本や雑貨がセンスよく並ぶ店内には白を基調としたナチュラルな雰囲気。47席と程よい広さがありまして、一人でのカフェ利用はもちろんのこと、友人とのおしゃべりやショッピングの休憩など様々なシーンに活用できます。そして特に注目したいのはパンケーキ。外はカリッと、中はふわふわもちもちというだけではなくて、生地にヨーグルトを加えることで厚みとしっとり感があり、食べ応えがありながらも軽やかな後味を実現しています。また今回もシーズナルメニューを注文してるんですけども、シーズンごとに旬の食材を組み合わせた限定メニューも登場するので、そちらも注目です。さてこの日はセットティーでも冬限定のクリスマスティーを注文。洋梨やリンゴ、バナナ、キャラメルといった果実とスイーツの華やかな香りを楽しめる時期限定のドリンクになっていました。またポットサービスで提供されましたので、自分のタイミングで紅茶を追加できるのも嬉しかったです。そしてもう一つ注文しましたのは冬限定のいちごとピスタチオのクリスマスツリーパンケーキ。パンケーキの上にトッピングされましたピスタチオクリームといちごがまるでクリスマスツリーのようになっていました。昨年もクリスマスのメニューは12月までになっていましたので、おそらくこの動画が公開される頃にはこのメニューいただけないかもしれないんですけども、また1月には新しい季節限定メニューが登場すると思いますので、ぜひ公式のインスタグラムをチェックしつつ、気になるものがありましたら注文してみてほしいです。今回いただいたこちらのクリスマスツリーパンケーキは、いちごソースをトッピングすることでまた味わいが変わります。こちらのいちごソースは甘さの中に程よい酸味がありまして、濃厚なピスタチオの風味を引き立ててくれます。ソースをかける量によって味の変化も楽しめ、最後まで飽きずに食べ進められるのも魅力の一つ。ボリュームはありつつも重たすぎず、クリスマスシーズンのご褒美デザートにぴったりな仕上がりになっていました。
続いては昨年流行語大賞にもノミネートされましたマーラータンのお店。こちらは台北マーラータン。有楽町駅から徒歩1分。糸シアの地下にあります台北マーラータンは、こじんまりとしたカウンターのみのコンパクトなお店。医食同源に基づいた台湾の屋台文化を意識した薬膳スープ中心のマーラータンが看板メニュー。体の調子を整えたい人、ヘルシー志向の人、そして一人でサクッと食べたい人にぴったりのスポット。注文は伝統的な自分で具材を取る方式ではなく、卓上の QR コードで麺やトッピング、スープの辛さなどを選ぶスマートスタイル。客層は仕事帰りの大人の女性、お一人様、ヘルシー志向の人など様々。気軽に薬膳スープを楽しみますので、体が重いなぁという日にも照れたくなるような落ち着いた雰囲気です。今回は基本のマーラータンセットに好きなトッピング、そしてサイドメニューには中華まんのパオをいただいています。マーラータンセットは基本料金の660円にトッピング3種類以上が必須。トッピングは180円のものと220円のものがあります。今映していますのは180円のトッピングであります煮卵、小松菜、きくらげ、えのき、湯葉巻きを選んでいまして、豚肉は220円でトッピングしています。もう一つ手前に映していますのは中華まんのパオ、ホアジャオマンをいただいています。もう一つ注文しましたのは煮卵、小松菜、きくらげ、パクチー、乾燥湯葉の180円のトッピングを添えつつ、220円のトッピング豚肉を添えた一皿。こちらのピンク色の中華まんは中に黒ごまが入った黒ごままんです。薬膳の優しさとスパイスの深みが絶妙に重なるスープ。じんわり体が温まり、食べ進めるほどに香りの余韻が広がる本格派。トッピングを加えることでシャキシャキ、プリ、ふわと多彩な食感が加わり、一口ごとに表情が変わるのも楽しさのポイントです。またサイドでいただきましたパオはふんわりとした皮が優しく、スパイスの効いたマーラータンと相性抜群。スープの余韻に寄り添うように満足感をプラスしてくれます。また麺は細麺と平麺からセレクトできます。この日は細麺でいただいたんですけれども、次に訪問する際には平麺でもいただいてみたいと思いました。そして最後にご紹介しますのは焼肉井上銀座店。こちらは2023年6月にオープンした店舗で、焼肉井上の系列店の中でも最も高級業態と言えるようなお店です。過去に立川の店舗もご紹介してるんですけども、共通するような定番メニューもありつつ、また違った奥深い味わいを堪能することができました。落ち着いた大人の街にふさわしいような高級感あふれる焼肉店。洗練された和モダンな空間は特別な日のディナーにもぴったり。上質な和牛を贅沢に味わえるコースから、こだわりの一品料理まで幅広く揃い、肉の旨味を最大限に引き出す調理方法と丁寧な接客で上質なひとときを提供してくれます。個室でも堪能できるところも魅力の一つです。また個室ではない場合に関しましても、席の間隔が広かったりとか、自分の目線の先に他のお客さんが入らなかったりという配慮もされていますので、まさに記念日ディナー等にはぴったりかもしれません。今回いただきましたのは銀座店だけで楽しめるような贅沢なコース、ニュー井上銀座スペシャルコース。一皿ごとに趣向が凝らされ、料理人のこだわりと黒毛和牛の魅力が存分に味わえる内容でした。まずは先付け。季節感を取り入れた一皿で食欲を優しく呼び覚ますようなスターター。今回は本マグロのタルタルをキャビアのブーケでいただくことができました。キャビアの塩気と本マグロのタルタルがお酒にぴったりな一品でした。さてこちらは井上フォアグラプリン。前菜のメニューはプッチンプリンをオマージュしたような遊び心あるような一皿。高級業態でありながらもフォアグラプリンのように遊び心が溢れているのもこの井上の注目なポイントです。フォアグラの濃厚さと滑らかさを生かしたプリンとクロワッサンのマリアージュを楽しむことができました。鼻から抜けるフォアグラの香りを楽しみながら食べるようなクロワッサンは高級食材そのもの。ぜひご堪能ください。続いては前菜、瞬間燻製海鮮和え。大きな燻製バブルを上に添え、その場でバブルを割って瞬間燻製されたユッケ。バブルが弾けて瞬間燻製となったユッケは、燻製の香りを楽しんでいると思わず笑顔がこぼれるような一皿でした。もう一つ、ワンスプーンでいただける海鮮は新鮮なウニ、イクラ、キャビア、白エビを使った一品になっていました。
ビールも泡がきめ細かく、麦の香りを堪能できるような一杯になっていました。さて、ここからは注目の焼肉。この日は黒毛和牛タン2種と黒毛和牛のハラミをいただいています。タン元はタンの最高級部位。厚みがあり、旨味が強く、噛むほどに肉汁が広がっていきました。自家製のレモンジャムをつけていただいたんですけれども、さっぱりとしていてとても美味しかったです。今回3種類のお肉は3種類のタレ、ソースでいただくことができまして、それぞれの味の付け方も工夫しているのがそのこだわりの原因かなと思いました。続いてタン下は山椒味噌で、こちらも先ほどのタン元とは違ってスッキリさの上に濃厚さも相まって味わい深いような一品でした。そしてこちらは希少なハラミ、肉そのものの甘さをダイレクトに堪能できるようなお肉になっていました。さて、ここで一回口直し。季節のソルベでいただいています。さっぱりとしたソルベは次のメインディッシュへの期待を高めるようなリフレッシュの一皿です。続いては肉料理。黒毛和牛シャトーブリアンサンド季節のスープです。リッツ・カールトンとホテルミラコスタのシェフが開発した商品。パンはデニッシュ食パンを使用し、バターを挟んで何層も重ねて焼いているため、外はサクッと中は柔らかい食感を楽しむことができます。またマクドナルドのハンバーガーの箱のように添えられていまして、そちらも先ほどのフォアグラプリン同様遊び心が溢れていました。そんなシャトーブリアンサンドを堪能した後は伝統の一品、井上ロース。こちらは目牛の黒毛和牛 A5 ランク BMS 最上級と言われるような特に美味しい一皿。焼きすぎずにさらっと火を通したら特製の甘いタレでいただくことができました。そして締め物はこちら、特製のストーブで提供されます黒毛和牛のひつまぶし。ひつまぶしということで出汁をかけて3段階に楽しめるような贅沢な締め。お肉の旨味を最後までしっかりと堪能でき、焼肉コースの枠を超えた満足感も与えてくれました。そして最後は甘味。井上マカロンと季節のアイスです。お店のロゴが入ったマカロンと旬のアイスで締めくくる爽やかで上品なデザート。最後の最後まで余韻で楽しませてくれるような構成でした。さて、ここからはアフタートーク。今年の抱負を述べつつ、今年のチャレンジについても語っていければと思います。ちょうど YouTube の動画配信を始めてから5年ぐらい経つんですけども、残念ながら昨年1年間はあまり伸ばすことができなかったなと感じています。もちろん数字を伸ばせたらいいとも思うんですけども、やはり私自身の感性だったりとか、そのままの情報をお届けすることを第一に考えていますので、今後も伸ばすための工夫はしつつ、チャンネルのコンセプトでもあります日常を少し豊かにする情報をお届けすることを約束します。なので宣言としては続けることになってしまうんですけども、ぜひ皆さんにもお力添えしていただきたいと思っていますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をしつつ、もうすでにしていただいているよという方に関しましては、コメント欄に一言でもいいので応援していただけるようなコメントいただけるとありがたいです。とはいえ、せっかくなので皆さんの方でも今年チャレンジしようと思っていることなどありましたら、コメント欄の方に書いてみてください。書くことで実現が近づくかと思いますし、私自身も新年の頭には10個ぐらい今年やりたいことを書いて、それを実現するようにしています。ちょっとチャンネル名と違ってくるんですけども、今年の1年間としてはやはり1ヶ月に1冊は本を読みたいなと思っています。もう一つは私の趣味でもあります旅行について、今年も国内4つ、海外に1つ行けたらいいなとは思っています。もちろんいろんな事情があって行けないこともあるかと思うんですけども、旅行に行った際はこのチャンネルでもお届けできればと思いますので、興味がある方はそちらを見てほしいです。あとは運動や睡眠に関して健康面も意識したいなと思っています。私は平日にストリートダンス、土日にはテニスをやって運動してるんですけども、おそらく週に3回ぐらい運動できる方が体にはいいのかなと思っています。コメントのお願いばかりで申し訳ないんですけども、皆さんの方でも今やってる運動だったりとか、そのおすすめポイントがあったらそちらも聞きたいです。ちょっと盛りだくさんになってしまいましたけれども、新年一発目のアフタートークは以上です。これからも応援してください。この動画が良かったと思いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、インスタグラムではより早い情報をお届けしていますので、いち早い情報が欲しい方はインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。